皆さんこんにちは、杉山文乃と申します。33歳、現在渋谷区神宮前で、飲食店を中心とした、会社を経営しております。今日はですね、LGBT という立場から、長谷部さんの応援をさせていただきたいと思いまして、ご挨拶させていただきます。皆さん LGBT という言葉は、ご存知でしょうか。もしかしたら先ほどもご説明あったかもしれませんが、いわゆる女性同性愛者レズビアン、男性同性愛者ゲイ、そしてバイセクシャル、同性も異性もどちらも対象であると。そして、トランスジェンダーというのは性同一性障害も含めて生まれた時の体の性にとらわれないで生きる人たちのことを、言います。広く性的少数者という意味で、使われるんですが、ちなみにこの中でそういった性的少数者の人に会ったことがあるっていう方いらっしゃいますか？結構いらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。よくテレビで見ますよね。とか、そういう人っていうのはイコール新宿2丁目でいうような夜の世界の人とか、イコールテレビに出ているバラエティの世界の人とか、自分とはどこかちょっと遠い存在の人というふうに思われている方も多いんじゃないかなと思います。ただ、本当にそうなのでしょうかと。まずセクシャリティというのは目に見えません。目に見えないので長らくその存在はいないとされてきました。でもそれはいないのではなく言えない、それだけ。実際にはたくさんいて約 5% ぐらいいるというふうに言われています。この 5% どういう数字かというと、左利きの人だったりとか AB 型の人の数とさほど変わらないというふうに言われています。でも AB 型とか左利きってなんとなくいるんだろうな、でもちょっと分かりづらい。じゃあどういう数字と似てるのか、これまた須藤さんのスピーチからお借りしたんですけれども、どのくらいの数字と近いかというと、全国にいる佐藤、鈴木、高橋、田中さん、その名字というのが日本で一番、多い名字のトップ4で、その方たちの数というのがさほど変わらない数、もしくはそれ以上に LGBT の人たちがいるという、統計データが出ています。実際に今結構な数の方が手を挙げていただいたんですけれども、なので会ったことがないと言われる方も、それは会ったことがないんじゃなくて気づかなかっただけなんじゃないかなというふうに思います。実際ですね、僕が今ここで全然違う、環境問題の話とかしていればわからないと思いますが、実は僕はもともと女子杉山家の次女として、この世に生まれてきました。ずっとですね、日本女子大学という、学校、幼小中高と、セーラー服を着てルーズソックスを履いて、学校に通い、ずっとやっていたフェンシングというスポーツでは、女子の日本代表としてワールドカップを、転戦していた時期もあります。いまだに戸籍上は女子、いろんな書類で引っかかったりとか、することもあります。僕と長谷部さんが、最初に出会ったのはもう10年以上前で、僕がまだ、女子大生をやっている時でした。そういう、性同一性障害である自分のことを、なかなか受け入れることができなくて悶々としながら大学生活を送っている頃で、友達に誘われてグリーンバードの、活動に参加したのがきっかけでした。その頃から、少しずつ、自分が性同一性障害であるということをオープンにしていたので、長谷部さんにもそのお話を、本当に掃除をしているような時に、お伝えしたところ、最初は驚いてたんですけれども、特に驚きすぎることもなく、それからみんなと同じように一グリーンバードの仲間として掃除の活動をしてきました。その後僕が、よく掃除にですね、自分と同じような、LGBT の仲間を連れて行く機会も多くて、でそれを見た長谷部さんが、今まで気づかなかったけど本当にいっぱいいるんだねって、見ても分かんなかったよと、しかも話してみたら超普通じゃん、普通なのにそんなに困ってることがあるんだったら渋谷区では何かできないかな、そんなお話を、したのがもう5年以上前だったと思います。そして、約4年ほど前ですね、本当に掃除をしている時、表参道を一緒に掃除している時に長谷部さんの方から「なふみの渋谷区では同性パートナーに証明書出すのってどう思う？」っていうふうに、提案してくれました。でもその時僕の方がですね、そんなのできるんですか？できっこないですよ、できたらいいですけどね、半信半疑だった。でもその翌年、議会に初めて、提案してくれて、そこから少しずつ、渋谷と LGBT ということで勉強会を、やったりしながら積み重ねてきて、一歩一歩そうやって積み重ねてきた結果が今回、大きく話題となりました、同性パートナー条例につながったというわけです。今、とても話題になってますけれども、僕はもちろん大きく国を変えてやりたいと思って、
区議会議員長谷部健に近づいたわけではなく、話題を作ろうと思って何かを訴え始めたわけではなく、僕は本当にただ普通に生活がしたい、ただそれだけ。長谷部さんはその話を聞いた長谷部さんはただ普通に困ってる人がいるんだったら何とかしようよ、そんなシンプルな思い、ただそれだけ、そんな思いがスタートだったと思います。ただ普通に仕事をして、友達とご飯食べに行ったり、たまには旅行に行ったり、そして好きな人と一緒に暮らしたい。なのに性的少数者であるという理由だけで就職がうまくできなかったり、家が借りられなかったり、一緒にいたいと思う時に一緒にいる手段がなかったり、好きな人と一緒にいたいというそのごくシンプルなことが数が多い人たちには当たり前のように用意されているのに、数が少ないというだけで僕たちにはできない。それだったらそのスタートラインはそろそろ一緒にしてもらってもいいんじゃないかなというふうに思います。今回は本当に反対意見もたくさんあったように、思うんですけれども、例えば少子高齢化に拍車がかかるんじゃないかと、子供ができないんじゃないか、そんな人たちが増えちゃったらね、子供ができなかったら国は滅びるぞと、そんな意見も聞きますけれども、異性愛者の人が、同性愛者にならないように、同性愛の人もこの条例ができようができまいが、同性愛者の人が異性愛者に、なるわけではなく、その実数は、変わりません。子供に悪影響だと言われますけれども、そのお子さんが当事者である可能性いくらでもあります。実際に性的少数者は自殺率が高いという統計もありますが、自分が性的少数者だということで思い悩んで自殺未遂を行うのは中学生高校生が一番多いというデータも、あります。そういった事実のことをご存知の方もいらっしゃるかと、ほとんどの方がいらっしゃらないんじゃないかなと思います。実際に今まで数えきれないほどの若い、性的少数者の相談に数えきれないほど乗ってきました。周りの大人には理解がないと、先生にまで否定されて学校が怖いと、傷だらけになった手首で訴える彼らの悩みは切実です。性的少数者は通常の6倍、それ以上に自殺率が高いと言われています。性的マイノリティとあたかもマイノリティに課題があるかのように語られることも多いですが、それはマイノリティが弱いからいけないから自殺してしまうのではなくて、マイノリティが自殺にまで追い込まれるほどプレッシャーをかけていることに気づかないマジョリティにも課題があるのではないでしょうか。すいません、数が多い人の権利を奪ってまで何かしたいというわけではなくて、この条例ができても異性愛者の人たちの明日は変わらないと思います。でも僕たちにとっては大きく明日が変わります。長谷部さんは街宣車でデモが起こるほどいろいろな反対意見が出ても批判やしがらみを恐れずに、スタート時と同じくシンプルに困っている人がいるなら何とかしたい、その思いを貫いてくれました。今回の条例に限らず自らアイデアを出すだけではなく、実際形にしていく実行力も長谷部さんの魅力の一つだと思います。正直今回の条例案は当事者の僕ではその発想には至らなかったと思います。なぜなら普通に生活できないことが当たり前すぎて慣れすぎて、どうせ自分たちはと気づかない間に諦めてしまっていた。その諦めてしまっていたことに今回は気づかせてくれたと。声を上げれば変わることもあるんだと。好きな人と一緒に暮らしてもいいんだと。自分は自分でいてもいいんだと。希望をもらったのは僕だけではありません。渋谷からスタートしたこのニュースには全国に伝わって、全国にいる仲間からたくさんメッセージが届いています。全国の仲間、遠い仲間だけではなく、つい先日このニュースを見たと連絡をくれた僕の日本女子大の同級生、実は自分も同性愛者なんだと今まで言えなかったというメッセージが先週送られてきました。
その中には、たくさん届くメッセージの中には、性的少数者だけではなく、なかなか声を上げられない他のマイノリティの人もたくさん届いています。この条例ができたことによって、制度の内容はもちろん、それ以上に、渋谷区ではこういった僕たちでも誰でも尊重してくれるんだと、そういった喜びは本当に大きいです。しかし、一方では喜んでいるだけではいられないという話も聞きました。この区長選挙の結果次第では、この条例を見直そうと他の候補者の方たちは言っているのを聞きました。議論が尽くされていないと、しっかり議論してからなんて言ってる間に、何にも変わらないまま時間が過ぎてしまうのではないでしょうか。時間をかけてなんて言ってる間に、手首の傷だけでは済まなくなってしまう子たちが今この瞬間にもたくさんいます。何としても長谷部さんに勝ってもらわなくては、また僕たちはいないものと、いない存在となってしまいます。渋谷が変われば東京が変わると、東京が変われば日本が変わる、本当にそう思います。実際渋谷区からスタートしたこの条例のニュースは全国に広がって、さまざまな自治体が動き始めました。本当に大きな第一歩だと思います。これだけ大きなアクションがここ渋谷から、そして今ここの瞬間からスタートしているという意味は本当に大きいと思います。この流れは絶対に止めてはいけないと思っています。リーダーというのは批判を恐れずに、今までになかった道を切り開いて、みんなに希望を与えてくれる人なのではないかと思います。長谷部さんは性的少数者に限らず、多くの人に希望を与えてくれる真のリーダーだと信じています。ぜひ皆さんのご協力をお願いします。